Hi everyone, I'm Ryo, the host of this show. Today is a special video. We prepared the stage to have a talk show between Eiji, the creator of Fossilville, and the CEO of iSpy, Murata-san here. Hope you enjoy. はいはい、じゃあよろしくお願いします。回ってますから。いやいや、いや本当に10年ですよね。そうですね。2011ぐらいからですね。で、2011からです。僕が知ってるのは2012なんですけど。12がスタートでやり方もお仕事は多分そうです、その前からどうすんでみたいな話と。例の彼と。うわー、いきなりや。うわー、それ来るか隠してた。言わんかったですね。いやビビったー。そうですね。そういやでも彼がいなければ始まってないですからね。いや、そうですね。結局なんて言うんだろう、本当に彼のおかげで地獄を見ましたね。地獄を見て今があるという、つまり感謝しなければいけないですね。絶対言えないけど。なるほどな。すっかり忘れてたわ。2012年にリリースが。そうですね。その頃僕は関わってなかったんですよ。印刷のチームとだからね、クリエイティブやる人と印刷で今ね、分かってね、こうやってくれてる方とずっと一生懸命やってテキストを作って構成して全部やってました。そうですね。手作業で大変でしたね。でもおかげでなんとか消えて、当時彼はもういなかったですけどね。そうですね。出る前に消えましたからね。やばかったー。これ言っていいんですか？いや、大丈夫ですよ。絶対わかんない人見てないし。もうだって私あの時点で頭崩壊してましたもん。とはいえなんかもう舞台ここまで来てるから。もう2段どうないしようみたいな。出すしかなかったっていう、今でこそ言える、誰にも言ったことがないっていう。うわ、本当そうだわ。それは失敗しますよね。いや実際のところ3段作りましたよ、バルハラでね、日本国内で3段作った時に、いやもう無理ですっていう話になったじゃないですか。あの時はほっとしたんですか？もうこれで手離れるわとかそんな感じだったんですか？いやもうですね、2段の頃からですね、意識はなかったんですよね。人としてもう終わっちゃってたんですよ。こうもう本当にひどかったんですよ。もう思考能力も止まってうつ病気味になって人生終わったでドキュメント書いてこうやってたんですけども、村長も見てらっしゃいました。村社長も見てらっしゃいましたよ。いちいち数字が全部合わない、何もできないですよ。もう動けない、考えられない状況がもう2段からだったので、もうノーダメゾンビです。もう3段の話とかもうゾンビ。はい。ただ1個だけその後だからこうフランス行くって言ったらないでしょうぐらいの話ぐらいからは唯一こうなんか、いやもうこれ以上傷口を広げるのやめた方がいいと思いますって話で、それまではなんか一段出した直後からもうゾンビですよ。言うなればバルハラの3段で1回放送ブイルはもうほぼほぼ死んどったわけです。ほぼいやそうです。99% 死にましたね。そっから会社の社長がねフランスに行こうや宍戸さんに言うわけです。マジですかーって話で、はい、フランス当時のジャパンエキスポってやつです。そうですね。あそこに、日本で余ってるブースタースターターを言い方よ。世界のために生産した世界のために生産したブースタースターターを配ってみんなにこう知っていただこうというのでフランス渡ったんですよね。そうです3人でね。当時大反対しました。絶対ありえませんっていう話をして、でも行くが決まってたんでしこたま準備をすごいしましたよね。リサーチも全部していったし、展示物も全部揃えていったし、だから一回やっぱり私2010年11年9年ぐらいからジャパンエキスポに行ってもう命からがら逃げてきたんですよ。だから大失敗したんです、その経験がだから本当にその次のジャパンエキスポに出た時に生きたなっていうのはすごく思いましたね。ただジャパンエキスポに行った時に展示スペースが本当にこれしかない。いやでもビビりましたね。これで何すんのみたいな。結局私ゾンビやったんでもうなんかマジっすか行くんですかと思って行ってて、高野さん覚えてますよね。呆然と立ち尽くしましたもんこれ。
何これってで松本と高野さんと2人で足は死んでもうたって思って2人で全部説明できちゃったんですね。私本当に動けなかったもんこれ。なんでこれできるわけないんでもう絶対無理。手探りサイムなのにもう全然無理って思いましたもん。いや実際に本当にこの机よりちっちゃいスペースで展示スペースがこれしかなくてテストプレイも何もできないっていうそうなんですよね状態だったんですよね。そっから宍戸さんが狂ったように動いていた。そうですね、はい、もうおしいとかもも腹くて、準備はしてたのと、はい、あとはですね現地スタッフに恵まれました。めちゃくちゃ恵まれましたね。恵まれました。これは多分名前出して OK だと思うんですけど、ベカムとアンディが。そうそうアンディとベカムね。アンディなんて今でもベカムも両方つながってるし、はいはい、めちゃめちゃ良かったですね。奇跡を起こしまくりましたねやつらが。彼らがいいかったらちょっとない結局本当にもうなんかいきなり最後の話までいっちゃうんですけどやっぱりダメかなと思って死んだと思ってジャパンエキスポ行っててもやっぱりダメかなって思ったけどなんとか現地でこう救われるっていう何回ダメって思うよ数えちゃおうかな。ジャパンエキスポが最初の僕にとっては最初の大きなダメかなって思った瞬間でしたけどそうで帰ってきて、これいけるんちゃうかって思って英語版を作り始めたんですよ。閉めたんですそれがっていうか3段出たんで終わりにじゃあ待ってくださいって話にして軽くちっちゃい GP みたいなのもやりましたね。でなんとなく格好作らせてもらってそれから英語版の旅にみたいな感じ。軽くちっちゃな GP の準優勝僕なんです。おマジですかやべえそれも覚えたね。そうでしたっけ。そうなんです。僕準優勝者第1回ワールドグランプリのマジですか準優勝者。まだ多分ゾンビだったのかもしれない全然記憶がないなんかやらせまそれから英語版の旅に出ましたね、はい、その間だから私あれですよインドネシアに、世界中にですよね、はい、1000通ダーッと大丈夫じゃあメールなんか放送で興味ない買ってくれないと送ってヨーロッパから興味があったところがあってフランスですよね。で同じく、オーストラリアと出会いがあってオーストラリアに行ってで準備をしてで世界でなんとなく可能性がいけんじゃない英語版いけんじゃないっていう話でもっとやりまっかみたいな話にで、はい作りました全然売れません最初に10万パック作ったんですね。やばいこれでやっぱり工場の名前言わない方がいいですそこからがまたしんどい思いを全然出んかった。そう英語版さえ作りゃ売れると思ってたら全く売れんかってクオリティもひどかったひどい言われようだったんですけどでどうしようかこれでもどうしようかって言ってた時に現れたのが台湾だったんですよね。そうですね、その前にちょっと大阪のね京橋のあたりでうちの社長と直談判しながらちょっと金貸してくれっていう話もしました台湾そうですよね。助かりましたね。台湾の融通の利いた、生産能力っていうのかな、すごく家族経営での対応していただいて、もうあれがちょっとなかった僕としてはあそこのタイミングがすごいキーポイントになってるんですけど、そうですね、あそこでまたこう生き返った感じがします。台湾への恩返しは我々約束しておきましょう台湾間違いなく、恩返ししますので忘れてませんから。いや絶対忘れてませんし、でそこからまたこう少しずつ復活していったんですね。そうですね。当然だから香港も行かせてもらって、であとあれですよねインドネシアだからこれもなんていうかオーストラリアのディストリビューターと兄弟だったっていうオチ。インドネシアのディストリビューターだからインドネシア届きようがなかったんですよね。そしたら弟さんがインドネシアであった、オーストラリアでお姉さんにアプローチしていただいて乗り込んだのがインドネシアへ。その後はフィリピンとマレーシアが広がってなんとか第2弾がそこではけたじゃないとなかった、売れずに終わってた。せっかくずーっとこうその次のグリムっていうスタートをグリムクラスターっていうスタートを切ろうとしてる手前で終わろうとしてたんですよね。本当に世界のこと何も分からずに手探りで出てって商品持ってって、ちょっとクオリティだいぶやられちゃったっていうものがこう来ちゃったけどこうなんとか売れてでいよいよ次に
いいゲームができて、はい発信していくところに入った感じですよそうねです。どこにチャンスが転がってるかわからないので、もう全部挑戦をして中国、台湾と香港となんとなく一角ができて、でもグリムはメインでね、英語版で。そうですね。違うか、どこから入ったんだあれ。 US 最後ですよ。 US イタリアからですね。あ、そうか、まあ、火がついたのはイタリアでしたよね。だったらその前にエッセンとかの話ですよ。エッセン行きましたね。なのでいわゆるまあバルハラ、アルファベータを持ってめくったわけですよ。それでドイツ行ってイタリア行ってでフランス行って、でフランスが全部一緒についてきてくれたんですよ。すごく助かった。もう右も左も分かんない中で、彼らはやっぱりヨーロピアンなので、心強かったというか、今でも付き合いのあるいいパートナーが、ドイツに出てくれて展示会出展をして、ヨーロッパだったら、ドイツエッセンとヨークやショーガルが出ろと、で B2B だったらニュルンベルクに出ろと言われて、こうどっちも参加して、で、イタリアだったらルッカコミックさんのゲームっていうのは一番大きいからここに出ろ、 UK だったらここに出ろ、フランスだったらこうだと、ジャパニックみたいな形で広がっていって、そうですね、イタリアですね。フランスはね、本当にスーツケース持ってガラガラと中身スターターブースターをいっぱい持ってね、運びました。フランスはちゃんと写真残ってますけど、ブースが年々大きくなってま大きくなってきましたね。ジャパンエキスポもね。最後ってダメか本当にそうです。わあ、はいなんて言うんだろう、大々たる IP のね、そうですね。2017年、8 7年とか8とかですかね。ジャパンって毎年行ってましたね。そうですね。定例でしたね。いや楽しかったけど、それもね、みんなに支えられてたんですよ。そう、ラッキーでしたね。めちゃくちゃラッキーですその縁はめちゃめちゃラッキーでしたね。で、放送ブイムっていうゲームはやっぱりね、コミュニケーションをすごく大切にするっていうコンセプトを持ってやってもらうっていうのはね、なんですか、本当に真髄みたいなところまさにそれがあったから今こうやってつながってきている、一個一個のタイミングで全死にですからね。全死に全部死にましたからね。なんかなんでしょう、不死なんですか、うちは。だから本当に本当にビデオは8月ぐらいからまた戻させていただいて、だから今回もまだね、やっぱりコロナですごきしんどいし、全然きついですけど、若い頃な状況的にはだけど、また信じて頑張って、なのでだから先ほどおっしゃった我々はコミュニケーションの重要性が本当に感謝して理解をしなければ、そこを大切にする、ゲームだっていう、そうですね、はい、だから今回のこういう動画配信チームはとても大事だよっていう。そうですね。そうね。ありがたいですね。ありがたいですね。これで少しでもまたコミュニケーションが戻ってきて、で、もともとやりたかった世界でちゃんとこう遊んでもらえるようなコミュニティ作りみたいなところがやれてくると、とても妙にスキルというか、そうです。それがやっぱりこうなんでしょう、あれですね、10年続いてきたミソというか秘訣というか、そんなところなのかもしれないですね。10年続くコンテンツってやっぱり何かしらそういうところがないと続かないのかなっていう気もしますし、商品ってなかなか難しいですよね。だから僕らは、アニメもないし、漫画があるわけ、あるんですけどなんですか、連載されてるようなものはないので、どちらかというとやっぱり、プレイヤーと、プレイヤーもしくはプレイヤーと僕たちのそのコミュニケーションっていうのをこうしっかり、紡いでいくっていうのが、放送部の真髄なのかなと思いますね。だからそれで何度も死んでもまた生き返るみたいな。そうですね。ちゃんとこう形は違いども、なんとかこうつないで、なんとかコミュニケーションで生かしていただいて、だからその恩を返していかなければいけないし、だからゲームは決してこう終わらせてはいけないし、なんとかこうね、頑張ってれば奇跡は起こる。今年のね、WGP で、まず一つ恩返しをさせていただきます。そうですね、ぶっちゃけ厳しいですからね、まだいろいろね、本当にコロナもあるし、状況的には別にいいわけでは世界情勢もね良くないしね、ないけれども、とりあえずなんとか旗は立てなきゃなとやってるんだぞというところの頑張りですよね。
だから我々も一生懸命準備をして7月の大会をいいものにするので、だからまあ楽しんでそうですね。いただきたいですね。はい。ぜひぜひ。会場もね、かなり大きなものを用意しているので、ゆったりと、楽しんでいただければ。300人ぐらい。そうですね。350人入る。e スポーツの聖地みたいなところなんで、すごく近代的なスペースになると思います。はい。ね、まあ行けばUSJ も近いです。7月楽しみで、じゃあ皆さん来ていただいて、そうですね。で我々それに対して目いっぱいやれるだけ準備をして、プレイヤーの皆様も準備していただいて、そうですね。いろんなものを、楽しんでもらって持ち帰っていただきたい。そうですね、持ち帰ってもらえるものを一つでも多くこう準備をして出していって、ここがだから一つきっかけに新しい10年の、まあ今まで10年苦労と復活とバラバラバラありましたけどでそれからまたこれまあガシャンっていってやられちゃって、でもう一回ここから10年そうですね。新しく新メンバーの若いジェネレーションと我々こう病人で体も壊れてそうなんです。いつ死ぬか分かんないけど、大丈夫ですか？いやいや大丈夫です大変ですよ。心臓にペースメーカーが入ってるけど飛ぶ、言っていいのかな。まだ死ねます。そうですなんとかなのでこれからいい10年になれるように、そうですね。頑張っていきたいと思いますので、と思いますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。お願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。Okay, so this time we've had some interesting behind the scenes stories from Eiji and Murata-san. I hope you guys enjoyed that. And lastly, Murata-san, can you tell everyone your New Year's resolution about the Force of Will? フォースオブウィルは死にません。必ず生き残って、次のまた10年に向けて、進んでいきますので、皆さんよろしくお願いします。死にそうな人2人いますけどグッドボタン、チャンネル登録、通知登録もぜひお願いします。WGP の会場でお会いしましょう。またね。